ゴリポップレコードの永井克道と言います。毎週火曜日に昼の12時から夕方の6時まで開けさせていただいています。ジャンル的には歌謡曲、洋楽のロック、ソウル、ジャズとか雑多にある感じですかね。これはですね、僕が作った言葉というか、ゴリラとタンポポでゴリポポ。レコードって結構かさばると重たいですよね。ゴリラってやっぱ力持ちのなんか象徴かなとか思ってて、でタンポポっていうのはタンポポの綿毛ありますよね。綿毛って結構フーってやるといろんなところ行くじゃないですか。そういう感じで綿毛にその自分で集めたレコードを取り付けて皆さんのお手元に届けばいいかなみたいな感じのイメージでゴリポポレコードという名前を付けました。21年の9月28日からなんで、4年目みたいな感じです。ちょうどコロナ禍の時に自分でやっぱこう貯めていたレコードを家に置いてたんですけども、ちょっと無理だって妻にちょっと何とかしてよみたいな感じで言われて、最初倉庫探してたんですけども、である方に相談したらこんな場所があるよみたいな感じで、今このスペースのある上を紹介されたんですよね。そういうお店としてじゃなくて倉庫みたいな場所はないですかねみたいな感じで話したら、そういえば部屋の下に地下があるよみたいなことを教えてもらって、ここを見せていただいたんですよね。そしたらすごいガランドで何もなくて、あったのはこのテーブルと、あと廃材と言いますかね、今壁にこう使ってる木があるんですけども、それがガラガラっと全部落ちてる。そこを見て、ここのスペースだったら1週間に1遍ぐらいお店とかできるかなってちょっと思いまして、大家さんにも話つないでいただいて、そしたら OK いただいて、それでこの場所を貸していただけたみたいな感じですかね。小平の小雑誌とかこう見てたりとかしてて、結構皆さんシェアスペースを共有して、なんか月1で喫茶店やったりとか、そういうお店ができてきたんで、もしかしたら僕もできるんじゃないかなと、ちょっとこう考えがふとこう思い浮かんで、それにつながった感じですかね。意外に音楽好きな方が住んでる感じがあるのと、あとやっぱこうレトロな昭和の名残がある感じですかね。駅のホームもなんかちょっとこう面白い感じで、ホームを降りてちっちゃい踏切があるんですけど、渡ってから改札があるとか、杉義治の一コマになんか出てきそうな感じがして、なんかすごい素敵なとこだなと。シングル版は日本の歌謡曲が多めですかね。あとは60年代のビートルズとか洋楽のシングルがあったりとか、 LP の方はでもいろいろですね。再発版のジャズが多かったり、ソウルも同じような感じですかね。オリジナル版はあまりないです。日本版のロック、ソウル、ジャズが多い感じです。今自分ではラテンとかパンカラティーノとか、なんかそういうちょっとこうトロピカルな感じのものをチョイスしておくようにはしてますね。最初の出会いはプロレスのテーマ曲で、ビル・マスカラスがやっぱすごくかっこよくて、その登場する時の曲のレコードが欲しいって言ってレコード屋さんに言って買いましたね。小学3年とかですかね。その当時はやっぱプロレスがすごく好きだったので、プロレスのテーマからブッチャーのテーマとかも後でピンク・フロイドの曲だっていうのも分かったし、目覚めですかね。友達のお兄さんがやっぱビートルズのカセット持ってて、それでビートルズを知ったんですけども、その時はあんまりピンとこなかったんですけども、でもなんかコマーシャルで黒い風船ガムかな、ビートルズの曲がかかって、これなんだっていうのは覚えがありましたけど、ちょうど同じぐらいの年にモンキーズがテレビで再放送やってて、東京12チャンネルのオハスタでモンキーズのデイビー・ジョーンズが取り上げられて、シガちゃんが結構デイビー・ジョーンズを日本に呼ぼうみたいな感じ、それでなんかモンキーズがすごい好きになって、そういう昔の60年代の音楽とかすごい素敵だなっていうのが始まりですね。僕は群馬県出身で、群馬の高崎というところにいたんですけども、高崎にもクリームソーダっていうフィフティーズのお店がありまして、最初行ったのは中1ぐらいかな。友達のお兄さんがアメリカングラフィティのカセット持ってて、それを聴いてロックンロールが好きになったりとか、近くの中古レコード屋さんに行って自分で買ったりとか。やっぱりディスクユニオンさんですかね。でその前にもっとあったハンター
あと新宿にあった戸川さん、あとエトセトラさんとか、西新宿ですね、そうだ、数寄屋橋とか、あと渋谷のハンターとかよく行ってました。同じ高校の友達、レコードやっぱ好きなやつがいて、3人でレコード買い行ってましたね。でも専門学校で東京に出てきまして、福生に住んでって感じですかね。いとこのお姉ちゃんがいるんですけども、昔ローラー族だったんですね、一時期。そのお姉ちゃんが横田基市の外人さんと結婚して、結婚式を横田基市の中に行ってやったんですけども、そういうのもあってちょっと親近感があって、あと宝島ですよね。宝島を見て福生特集があったりとかして、ロックな街なんだなっていうのを持って住みたいなっていうのがありましたね。グラフィックデザインの代理店に21年いたんですけども、辞めてもう12年ぐらい経つんですけども、今フリーで仕事しております。このレーベルのデザインなんですかね。でもやっぱフーのジャケットとか、ファーストのジャケットのイギリス版の上向いてる上から撮った写真とか、 US 版のジャケットも好きですし、あとはもう京志郎さん RC のプリーズですね。プリーズがもう構図がすごい好きで、ジャケットの写真もそうだし、プリーズっていう文字もそうだし、バランスがすごく好きです。自宅にもずっと飾ってありますもうあれはもう最高ですね。最初来ていただいたのは、この近くに住んでいらっしゃるローリングストーンズのオフィシャルで写真を撮られてます有賀幹夫さんっていう写真家の方が来てくれまして、すごくいいねって言っていただけて、有賀さんが結構ツイッターで広めてくれたりとかして、それで徐々に一橋学園でこんな店があるんだっていう来てくれた感じが多いとは思いますけどね。2年ぐらい前にテレビ東京のロバート秋山の地図っていう番組がありまして、ロバートの秋山さんが来てくれて、放送された後に地元の高校生でテレビを見てくれて、友達と3人で来てくれたんですけども、みんなしてこう背中越しをこう見てると、なんかいいなと、うちの店がこういう風になってくるのがなんかすごく嬉しいっていうのがありました。お客さん同士で話してると、他のお客さんがその話に入って輪になって話すのが面白いですね。視聴させてくださいって一人の人が言って、その視聴された曲をみんなでこう意見を言い合う感じも面白いですね。ゴリポレコードは1階にコミュニティスペースちゃまちゃまというのがあるんですけども、この地下にございます。入り口が奥なので、じゃあこちらから行ってみましょうか。こちらが地下につながる入り口です。階段が急なので、ちょっとこうロープをたどりながら降りていただければ安全かと思われます。ここにコインにロープに力を加えますと、地下の階段から天国の階段になってしまう恐れがありますので、ご注意ください。どうぞ。じゃあ降りてきて真正面にまずゴリポレコードさんの看板が、僕が自分で作りました。四隅に炭酸音楽っていう入ってるのが気になるんですけど、これはどういう？自分のイメージとして、なんかこう音楽ってやっぱこう楽しいポップなイメージがあるかなと思いまして、炭酸音楽とつけてしまいました。弾けるようなシュワシュワするような感じの。壁が先ほど同じもう本当よく来ていただいてます。ストーンズのオフィシャルのフォトグラファーの有賀幹夫さん。これは上で有賀さんの写真展をやった時のポスターなんですけども、写真展プラス、あと僕もお店もちょっとこう同時で開けさせてもらって、下ではレコードが買えますよみたいな感じで協力させていただきました。隣はもう大好きな民謡クルセイダーズですね。これは映画のポスターなんですけども、今はもう世界中を飛び回ってます。大人気のすごいグルーヴのあるバンドです。田中くん、フレディさん、仲良くさせてもらってます。from フッサー民謡クルセイダーズ。こっちの方はシングル版が1枚300円です。値札がついてあるやつは400円とか、値札ついてる以外は全て1枚、300円になっております。ちょっと手に取ってみる。なるほど。どれがいいかな。じゃあこれにしよう。こちらは？これはどんとこい勝負。これはみゆきさんですね。これあれだ。日本版だ。これいいじゃん、知らなかった。これ良さげですね。いろいろあります。壁にはいろいろあります。これも私物で、リペア待ちじゃなくて、これ下のブリッジだけ取っちゃったんですけども、全然今使えるんですけど、これも
買ってくれる人がいたら別に全然もう手放してもいいようなギターです。はい、ベースは使ってるんですけど、そうですね、ギターは大丈夫です。グレコなんですけど、今なんかジャパンヴィンテージとか言って人気みたいですもんね、なんかね。あ、そうですね。はい。お店をやるにあたって、ヤマハのアンプとカセット、タスキャム買ってしまいました。カセットは申し訳ないんですけども、非売品で、自分で好きで聴いております。はい、なかなかいいですね。これはあれだ、ウィンクルの田中くんがエチオピア行った時に自分でカセット買ってきたんですけど、それの編集したテープですね。これもなかなかいいですよ。T シャツ1枚2500円になってます。今着てるのも僕、ゴリッポレコーダーなんですけども、でもこれはエアブラシで、ヒラパーくんっていうアーティストさんがいるんですけど、作ってもらいました。これは特別に自分だけのものですね。すいません。あ、これもそうですね。これ有賀さん。有賀さんの、原宿グラムさんでの T シャツを販売した時のポスターですね、これは。はい。カウンターの前が新入館っていう感じで。そうですね。今入ってきてるのはこんな感じで、ちょっとラテンな、ジャケットもいいですよね。ラテンディスコビート。この辺ももうご自身が趣味で集められてきたもの。そうですね。はい。ワイルドマグノリアス。ねえ、いいですよね。ニューオーリンズ。これもいいですね、ウィーケンド。民謡とかも。あ、民謡ありますね、民謡。これは沖縄の人ですね。これですごいいい曲が1曲あるんですよ。じゃん、後ろのジャケットはこうです。中野町青年団。この曲がすごく DJ とかしてると、みんなこれ乗ってくれます。琉球民謡プラス歌謡曲プラス、あとベースの感じがちょっとこう乗れるグルービーな感じがありますね。じゃあこれを聴いてみましょうか。よいしょ。曲名。そうなんですよね。ちょっとこう緩い感じが。別のお店で委託レコードとして置かしてるお店もそうだありましたね。フッサーのチャチャチャブックス。DJ サモハン・キンポーさんのお店にレコード委託をさせてもらってますね。300枚、400枚ぐらいかな。近くに横田基地っていうアメリカの米軍基地があるんですけども、そこのお客さんがいらしてくれて、日本の再発版の帯付き結構買われてくれてるみたいなんで、それが一つと、神保町に4っていうバー、カレーも美味しいんですけども、で、地下に DJ のムードマンさんが監修したスペースがあるんですけども、この4さんにもレコード委託を貸してもらってて、シングル100枚、LP が200枚ぐらいですかね。僕、ムードマンさんに声かけてもらって、オーナーさんのかよこさんにもよくしていただいて、ありがたいんですけどね、本当。毎年立川で妖怪盆踊りというイベントがあるんですけども、妖怪になってみんなで盛り上がろうみたいなイベントがあるんですけども、今年も2025年もございます。10月の11、12、13、3連休ですね。立川のですね、グリーンスプリングっていう場所がございまして、立川駅から7分です。で、そこでアーティストさん、演者さんたちの合間の時間で僕も転換 DJ として参加させてもらうことになりました。3年ぐらい前から参加させてもらってます。妖怪の仮装をしてみんなして盆踊りを踊るみたいな櫓があって、そこでバンドもありの毎年石野卓球さんが DJ されるんですけども、卓球さんの DJ がやっぱすごく良くて、去年の妖怪盆踊りのアフタームービーをバックに流れてる曲があるんですけども、自分でそのためになったらいいなと思って作ったんですけども、縁がございまして採用されて、今去年のムービーに流れてますので、ぜひ皆さん見てください。イエイ皆さんがいらしてくれて、こんなのがあったねみたいな感じで笑顔をいただく感じがすごく嬉しいですね。自分でこれ DJ で使ったやつを皆さん視聴して聞いて、これいいねっていうそういう話するだけでもすごい楽しいですね。もう少し開ける曜日を増やせたらいいなというのと、セールも積極的にやっていこうかなと思ってます。
下のこういうこうざーっとこう雑然とこうあー広がりにはいはいはいされてるそうですねなんですけど、ありがとうございます特にジャンルも何も関係ない。ジャンルもなくてひたすら結構最近は新入荷もここなんですけどもこっちにも新入荷もうそのまま置いちゃって雑然としたこういうディスプレイというかしてるのは、敷居的というか面倒くさがり屋というか置く棚がもうちょっとこうなくなってきちゃってなので皆さん買いに来てください。